皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。今晩は動画ではなく生放送を行っていこうと思います。今日の主題としては、基本的にはウクライナ情勢の話をしていくんですけれども、一つのテーマに絞るのはちょっと、自分の中で絞りきれなかったというのもあるので、全般的な話というのをちょっとしていこうかなと思っています。まず最初にご紹介するのはこちら、戦争研究所の戦況レポートに基づいた地図表示です。赤の表示というのがロシア軍による占領地域、そしてこれが全体としては、ウクライナの地図を示しているわけです。ここ最近の動きとしてはほとんどなくなってきているというのが一つの特徴になっていて、以前であれば1日で一つの町がロシア軍に奪われましたよ、次の日も次の日もといった感じで、結構な感じで戦線は動いていたんですけれども、ここ最近では戦線が動くということはなかなかない状況になってきました。ここ最近取り上げていることの多いこのウクライナ南部のヘルソン州の戦いについて言っても、そうは簡単に動いてないなっていう状況になりつつあります。これを良いことと見るか悪いことと見るかっていうのは人それぞれ違うんですけれども、私自身はこのウクライナの現在の戦況については、最初から一貫して一つの評価をする言葉としては、ウクライナ軍は善戦していますよという表現を、これまでずっとしてきています。おそらくはこれからも、この善戦していますよという評価それ自体は、なかなか変わらないんじゃないかなと思っています。今日の話としてはそうした、他の人だと、ウクライナ軍が劣勢ですよ、優勢ですよと言いがちなんですけれども、私の場合だとこの善戦していますよという話だけど中身は少しずつ良くなっているっていう話についてちょっとしていこうかなと思います。はい、というわけで突然の特に告知もしていない生放送なので、急いでというか、たまたまうまい具合に生放送に来られた方、おめでとうございますとでもいいのでしょうかね。ドラドラさん、テイジンさん、トモさん、古田さん、アラン・トレイシーさん、桜島俊さん、シューマンハさん、パープルパープルさん、高内さん、こんばんは。はい。パープルパープルさん、ライブやってるの知らなかったっていうことですけど、大丈夫です。誰も知りませんから。もう私がやろうかなと思った時が、始まりの時という感じで、事前の告知はしていないし、始まった後もツイッター等でお知らせは流していないので、YouTube でたまたまやってるよっていう知らせを見た人だけが今日は来られるっていう感じになるかなと思います。はい、メガドラさんこんばんは。京也さん、ぷいぷいさん、よろしくお願いします。座敷わらしさん、名前が読めない方もちょっとおりますがね。通知レベルの有用さ。この YouTube の通知について言っても、チャンネル登録していて、通知よこしてくださいよって設定していたにもかかわらず、全く通知が来ないままっていう、そういった謎現象に陥る人も、いるんですよね。私自身もそういうの時々あるんですよね。ちょっとそれはそれとして。今日の話としては、この戦争研究所の
この戦線のマップをある程度下地に置いた上で話を進めていこうかなと思っております。さて、それだけではちょっと話は心もとないので、ちょっと話を進めていきましょう。前線していますよっていう話をしているわけですけれども、この前線している理由として、私は基本的には2つの要素があると考えています。まず第一に、そもそも論として、ウクライナの人たちが戦う気持ちがあるからこそ、そもそも戦争が成り立っているっていうのがまず第一原則です。で、第二の要素としては、やはり海外からの支援というものがある。この、もともとその土地にいる人たちが戦う気持ちがあって、そこに支援があるっていう、この2つの要素があるからこそ、ウクライナ軍は戦えるというふうに私は考えています。TK3 さん、ライブ初見、ありがとうございます。京也さん、調子どうっていうことですけど、喉の調子はなんか変な感じですね。ただ、喉の感じが変なのはいつものことでもあるので、あまり気にせずっていう感じですね。よいしょ。で、海外からの支援という意味では、私はハイマースの名前を出すことが最近ではとても多くなってますけれども、ハイマースだけが別に支援の、全部ではありません。当然のようにいろいろなものがたくさん合わさってやってきて、それによって戦線が支えられて、その中でも華々しい成果を上げているのがハイマースですよっていう、そういった形なんですけれども、ここに、ウクライナの国防大臣のツイッターの発言があるので、今日はここからちょっとスタートしていこうかなと思います。イギリスは約束し、イギリスは届けました。さらに多くの M270MLRS がウクライナに到着しました。イギリスに感謝しますという、この発言からちょっと話を進めようと思います。ハイマースっていう言葉ばっかり言ってるわけですけれども、ジャンルとしては多連装ロケットというジャンルで、アメリカだけが多連装ロケットを供与しているわけではありません。多連装ロケットのハイマース以外の機種で言えば、この MLRS というものもイギリスはウクライナに供与しています。で、イギリスは以前からこれをプレゼントしますよという話をしていて、いよいよその渡すのが本格化し始めましたというところで、ウクライナが感謝を述べているというところですね。で、イギリスの送ったこの多連装ロケットシステムはハイマースに比べると、まず搭載できる弾の数が単純に言って2倍あるので、1回の攻撃で2倍の火力が持つということなので、ハイマース1台ではなく、ハイマース2台分をこの MLRS だと1台分で攻撃できるという兵器です。そして現在アメリカがウクライナに渡しているハイマースは16なので、これに匹敵する数を出そうと思えば、単純にイギリスは8両渡すだけでアメリカと同等の火力をウクライナに渡すことができるというわけです。さて、この MLRS なんですけれども、イギリス、そしてドイツも渡しているということもあって、アメリカの送っているハイマースと合わせると全部で25両になりましたよというのが今現状です。なので、私がハイマースによる攻撃だというような紹介はするんですけど、実際どっちかはわかりません。本当は MLRS で攻撃していたものもハイマースの成果だと言っている可能性はすごくあるんですね。ただし、正直どっちなのかはわかりません。というのも、ハイマースと MLRS の特徴っていうのは、弾が共通化することができているので、どっちが本当の攻撃の主体かっていうのは、わざわざウクライナ軍がどっちを使いましたよっていうお知らせをしない限りはわからないんですよね。なのでアメリカの成果ばかりが強調されるわけですけれども、イギリスもやっぱり陰ながらすごく支援をしている国なんですよね。で、この多連装ロケットシステムっていうのが成果が大きいっていう話をしてきましたが、これがまさにどんどんと増えている状況で、ロシア側は真っ先にこのハイマースを潰せ、ハイマースを潰せって、何度となく命令を出しているらしくって、ロシア国防省がハイマースを攻撃して撃破したんだよっていう、そうした動画なんかも何回も上げています。でも何回も動画を上げているんだけれども、その動画の全てが
ハイマース以外のものが破壊されている映像っていう、なかなか誰を騙そうとしてるのかなっていう状況なんですよね。まあただ、これはですね、私自身も感じるんですけれども、発表しているそのタイトルだけで騙すことができるっていうのは結構あるみたいなんですよね。私のチャンネルの動画に対しても、ロシア軍がハイマースはもう全滅させたって言ってますよ。どうなんですかっていう、そうした質問を書かれる方もおられるんですけれども、多分その方はですね、ロシア国防省が発表している破壊しましたよという、いわゆる証拠映像として公開されているものを見ていないんだろうなっていうのを思うんですね。もしも見ていれば、全く関係ないものが壊れているなっていうのが、まあ一見してすぐわかるので、ロシア国防省はまたこういうふうになんか分かりやすいプロパガンダに失敗してるんだなっていうふうに私なんかはすぐ分かるんですけれども、やっぱりタイトルだけ見るともう破壊したんだ破壊したんだ、毎日のようにロシア軍は攻撃に成功したんだっていうのを見て、まあそれをやっぱり鵜呑みにしてしまう人っていうのもまあそれなりにいるのかなと思うんですよね。テイジンさん、スーパーチャットありがとうございます。まあ、こんなに高額のスーパーチャットしてくれる方、テイジンさん以外にちょっとおられないんですけれども、ありがとうございます。池田真一さん、そうですよね。世界第2位の軍事大国相手に前線ですよね。ロシアは悪戦苦闘ですかね。そうなんですよね。単純な話として軍事予算、もしくは軍事力ランキングみたいなものを元にして話をすると、ロシアとウクライナが正面衝突した場合において、ウクライナがここまで、防衛戦にある程度成功するっていうのは想定できなかったはずです。まあそれはあくまでも誰の助けもなかったらっていう話だとはまあ思うんですね。もしも現在ウクライナが誰一つ誰からも武器支援も受けないし資金援助も受けないしっていう状態になったら、まああっという間とは言わないまでもやはり圧倒的優勢でロシア軍は戦闘を進めていたと思いますね。まあそういった意味で本格的な侵攻が始まる前の軍事力ランキングっていうのが全くの嘘800だったかって言われるとまあそうではないんだけれども、実際に戦闘が始まってしまえばその戦力っていうのはやっぱりどれだけの支援が入るかによってまあどんどんと流動的になるっていうことでしょうね。というわけでまず戦力としてMLRS がどんどんとイギリスから入ってきている。なので、今まではハイマースって言ってきたけれども、多連装ロケットシステムの、まあ、攻撃力がどんどん上がってきてますよというお話でございました。で、武器だけではやっぱりですね、戦争っていうのはなかなか遂行することができないんですよね。私のチャンネルの動画では、初心者向けとしてはどうかなって自分自身でも思うんですけれども、補給の話であるとか、兵站、そういった部分について、まあ、結構何度となく取り上げてます。どうしても戦争の話になると、何々が何々をやっつけた的な話というのがものすごく、まあ、クローズアップされるし、まあ、そっちの方がはっきり言って見やすさという意味では分かりやすいんですけれども、戦争の基本っていうのは何と言っても、補給が大事です。で、補給のことをまあ専門用語的というか、まあそっち方面で言うと、まあ兵站になるわけです。で、この補給っていうのは、単純に現場に兵士がちゃんといるのか、そして現場にいる兵士が食料がちゃんと足りているのか、弾薬があるのかだけではなくって、それを支える経済的な面でも、やっぱり兵站っていうのは全部を総合して言うんですよね。だからお金がないっていうのもやっぱり、まあ兵站のうちに入ると私は思ってます。で、アメリカはですね、ハイマースのような武器を渡していますよっていうのが、まあどうしてもニュースとしてはいっぱい出てくるわけなんですけれども、お金も渡しています。こちらはロイターニュース、ロイター通信なんですけれども、アメリカの国際開発庁といったところを使って、ウクライナ政府に直接お金を渡しますよという、そうした財政支援も行っているんですよね。で、なんでこういうふうにしてお金を渡しているかっていうと、やはりですね、ウクライナが戦時国債を国際的に売り込みをかけたとしても、やっぱりそんなには買ってくれないっていう事情があります。ウクライナも戦時国債を発行しているっていうニュースは、まあ何度か見たんですけれども、調達額は確か5000億円程度で、何十兆円っていうような単位での戦時国債は、まあ売れてなかったはずです。なので、これはどうしてもちょっと仕方ない面があって、
ウクライナは資源大国ではありません。なので戦争が終わった後、例えばどんどんと天然ガスを売ればいいとか石油を売ればなんとかなるっていうような国ではないので、なかなか戦時国債を発行したとしても、支払いにとっても苦しむだろうっていうのを見越して、そんなに大きな額の国債発行はできないんですよね。他の国が買ってくれないっていう、事情はどうしてもあるので。なので、もう単純に支援しますよという形で、現生を送るという、そういった支援をアメリカは行っております。じゃあ、こうしたお金の面っていうのはアメリカだけが支えているかというと、そうではありませんよというのが、もう一つのニュースです。つい最近、デンマーク、コペンハーゲンで、コペンハーゲンっていうのがデンマークであってたかなっていうのはちょっとピンとこないんですけど、とりあえずコペンハーゲンっていう街で、20数カ国が集まっての協議が行われて、ウクライナに対する軍事支援として、お金の面をちゃんとサポートしますよというのが、決まりました。ウクライナに対する支援というのは別にアメリカ一国だけで行っているものではないので、いろんな国が集まって私たちは軍事支援はできないんだけど経済支援、特に人道支援を行いますよというものであったり、もしくは軍事支援だけをっていうわけではなく全面的に全部何でもかんでも助けますよっていう国、それぞれいろんなレベルがあるんですよね。そうした中においても今回の話っていうのはある程度お金の面も工面するし、物資を提供することに関しても、優先的に自分たちの政府は力を貸しますよということで、20カ国以上が名前を、手を挙げて、これを支援するという話になっております。例えばですね、大砲を送りましたよとなっても、弾がなければ大砲は意味がなくなっちゃうんですよね。アメリカは大砲を渡すときに、砲身寿命って言って、もう打ちっぱなしでずっと撃っていって、最終的に寿命が来た時に、ちょうど渡した砲弾がゼロになるよぐらいの、そのぐらいの数を渡しているんですけれども、その後もやっぱり戦争は続くので、替えの砲身を渡したら、次の砲弾がどんどんと来るっていう手はずを整えていかなければならないと。で、実際各国が持っている砲弾っていうのも、備蓄からどんどんと出すっていうのは基本的な姿勢なんですけれども、それでもやっぱり、どこまでこれが持つかっていうのはわからないので、実際に製造するっていう段階に入ってきてます。例えば今日の話の始まりである、多連装ロケットシステムなんですけど、こちらの方もですね、どんどんと発射台が増えていくっていうことは当然のように消費するロケット弾も増えていくっていうこともあるので、どんどんと生産していかなければならないっていうのは当然起こってくるんですよね。で、ここに来てちょっと間の悪いこととしては、アメリカはハイマースのための弾をどんどんと送っているんですけど、つい最近のことではあるんですけれども、アフガニスタン駐留の時にこの多連装ロケット用の弾っていうのを結構消費していたということもあって、備蓄が山ほどあるのかっていうとそうでもないよっていう問題があるんですよね。そのために備蓄を渡すだけではなく、アメリカ国内における、ハイマースの弾っていうのも生産をかけているそうです。このあたり、消費と生産、どこまでうまい具合にバランスが取れるかっていうところは、各国の連携っていうのが必要になっていきます。さっきも言ったように、イギリスが多連装ロケットを渡すときに、やっぱりイギリスも弾を渡すんですけれども、備蓄だけでは足りないなっていうのをある程度見越した上で、生産も取り掛かってるんですよね。で、それを手分けして各国でやろうっていうのもあります。あとは、大砲の弾について言っても、やっぱり同じで、全部が全部備蓄だけで済むような戦争ではないんですよね、すでに。といったわけで、お金の面でもいろいろと手を尽くしておりますよという話でございます。これはイギリスの確かツイッターの方かな。イギリスと他の25カ国の、ウクライナに長期の軍事資金を提供することに合意しましたということで、その合意した国の国旗がバラ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 といっぱい並んでおります。この中には日本の名前も入っていて、日本の場合だと軍事支援はできないんですけれども、人道支援として資金援助はできますよということで、ここに名前が載っております。なかなかこの軍事支援できていないっていう面で言うと、ウクライナの人たちにとっても
日本が支援してますよというのは、まあ、かなり、まあ、目立たない存在にはなっているんですけれども、まあ、少なくともやらないよりもやった方が、まあ、絶対いいことは間違いないですからね。で、こういった話をすると、日本の税金がボボボボーンと流れていくぞっていうようなところで、まあ、ものすごい心配される方いっぱいいると思いますけれども、おそらくはですね、ここに充てられるお金っていうのはほとんどが外貨準備金と呼ばれるようなものの、運用で溜まっている分っていうのが回っていくとは思うので、それほど税金がドーンと向こうに渡っていくっていう考え方はしないでも大丈夫かなとは思います。例えばですね、外貨準備として、どんなものが用意してあるかっていうと、例えばアメリカの国債を買ってますっていうのは結構あるんですよね。で、アメリカの国債を買っていると何が起こるかっていうと、利子がついていきます。なので、外貨準備のところに利子がついてくるなっていう具合にして、まあ、それが、日本円じゃなくて米ドルで溜まっていくっていうところもあるので、まあそこを渡していくっていう形で、まあ支援ができるだろうというところですよね。で、私自身はこうした経済支援だけではなく、軍事支援もなんとかできるような国になってほしいなと思っているのは、このあたりは多分、私とこの世論の差っていうのは結構大きいんじゃないかなって思っている部分です。ウクライナっていうのは結局のところ、海外からの支援がたくさん入れば入るほど、基本的にはロシア軍に対して、まあ優勢に戦いが進めることができて、優勢に戦いが進められるっていうことは、戦争が早く終わるということを意味するので、私としては長引くよりも、基本的には支援が、まあいっぱい入って、さっさと戦争が終わってほしいなと思っている方です。まあこのあたりは、まあそれぞれの方、いろんな意見があろうかなとは思っております。さて、ここでですね、一般的にはロシアに対してそんなに敵対していないんじゃないかなっていう国の名前としてはですね、例えば NATO 加盟国の中ではトルコの名前が挙がることが多いです。ところがですね、じゃあトルコ何にもしてないのかなっていうと、そういうわけではないですよっていう話をちょっとしようと思います。まずトルコの立ち位置なんですけれども、こちらの写真をちょっと見てほしいんですけれども、つい最近のことではあるんですけれども、プーチン大統領とトルコのエルドアン大統領が会談してにっこり握手をしているところです。で、なんでこういうふうににっこり握手しているかっていうと、基本的にはエルドアン大統領とプーチン大統領っていうのは、まあ昔から外交の、まあなんていうか、たびたび会ってお話し合いをするような仲だからこそ、まあ今回でも会ってると。で、何を話し合ったかっていうと、この時はですね、ウクライナの黒海を通しての穀物の輸出について、いわゆる船の安全航行についてのある程度の取り決めをしようという話をしておりました。まあ、つまりこのような話し合いができるっていうことは少なくとも敵対している中だとこういうことはできないわけですよね。ある程度の、まあ、意思疎通が取れる状態だったからこそ、プーチン大統領と1対1でお話し合いをするというところですよね。で、この黒海の安全航行の話について言うと、まあトルコだけではなく国連も関わっているんですけれども、国連は基本的にはですね、こうした国家の、まあやっぱりトップ同士の話し合いとしては非常に、まあ力がないんですね。別に国連軍が、まあ組織できるわけでもないですし、そうした意味では、まあエルドアン大統領のちょっとね、後ろにくっついてくる形で国連がやってきて、まあ実質的な作業をするみたいな感じですね。さて、そんなトルコなんですけれども、さあ、じゃあ、プーチン大統領にとって利するような行動になるかっていうと、そうじゃないよっていうことを一つご紹介しましょう。はい、ウクライナ軍トルコ製装甲輸送車、キルピ50台を受領というニュースです。よいしょ。で、こちらはですね、トルコから兵員装甲輸送車と呼ばれるものを、ざっくり言って200両送りますよっていうのをトルコが発表しました。装甲輸送車ですから当然のように兵士が乗り込んで戦場、まあ前線を移動するときに使うんですよね。まあ砲撃が近くにあったとしても、いわゆる直撃以外のもの、例えば破片が飛んできたりとか、もしくは銃撃を受けたとき、もしくは地雷を踏んだときといったときにですね、一般的な車だともう乗っている人みんなが死んでしまうわけですけれども、まあ装甲のついた輸送車であればかなりのまあ確率でというか少なくとも普通の自動車よりははるかに防御力をあって守られるというものです。で、200両
っていう、まあどのくらいなのかっていうとですね、これ1台で12人の兵士が乗り込めるっていうことなので、まあざっくり言って2000人以上の兵士が、これまでよりもずっと安全に戦場を移動できますよというものなんですね。まあそういったこともあるので、プーチン大統領にしてみたら、あれトルコってそっち側なのって見られるような動きをしているわけです。まあ先ほども、お見せしたようにプーチン大統領とにっこり握手した、その数日後にはトルコ軍の装甲輸送車が、ウクライナ軍に引き渡しがされているっていう光景なんですね。まあこのあたりですね、トルコっていうのはまあ非常にうまい外交をしている国だと言えます。で、トルコのエルドアン大統領っていうのは経済政策や金融政策が本当にボロボロのめちゃくちゃなことをしているので、まあ経済的にはものすごい国内的には悪いことになってるんですね。だけれども、外交に関してはまあなんていうか狡猾なというか、まあうまく立ち回っている国なんですよね。まあ何しろトルコっていうのはエネルギー資源のまあ依存度で言えば、ロシアから入ってくる石油に対、まあ 40% ぐらいがまあ依存しているっていう国なので、まあプーチン大統領を怒らしてトルコに石油を送らんぞみたいな話になってしまうと、まあとんでもないことになってしまうんですよね。まあだけれども、トルコとしては EU じゃなくて NATO に加盟している関係でトルコは決して、NATO を裏切るようなことはしませんよっていう一つ、はっきりとした行動を取らなかったといけないんですよね。で、そこで出てきた案っていうのがおそらくこの装甲車だろうと。で、なんで装甲車だとプーチン大統領もさほど怒らず、そして NATO 側に対してもちゃんと自分たちが NATO の一員だよっていう証明になるかっていうと、これ戦車とは違うんですよね。もちろん、装甲輸送車なので機関銃をつけたら攻撃力はあるんですけど、まあ戦車に比べるとそれはあくまでもおまけ的なものなので、まあさほどの能力はないと。そして装甲輸送車とはいえ200両も送ったっていうことはやっぱり軍事支援の上位であるかのような一応ポーズは取れるわけです。単一のこうした兵器の、ウクライナへの供与については、ポーランドが、T72 っていう戦車200両以上渡したっていうのが第1位で、今回トルコの送ったこの装甲輸送車、まあ先人として50両ですけど、最終的には200両送ると、世界各国の中で第2位になるんですよね。単一の兵器最大数を送りましたよっていう意味では。まあだからトルコとしては NATO に対しては、いや私たちはちゃんと、みんなと肩を並べてトルコはウクライナに支援してますよって言いつつでも攻撃的じゃないんだよなっていうようなところで、まあプーチン大統領を少しなだめることができるっていう、まあなかなかここら辺狡猾な動きだなというふうにちょっと思いますね。まあただ、これを受け取るウクライナ軍としては別にそういう外交的なうにゃうにゃっていうのは、まあ、関係なくあって困るもんじゃないのでありがとうございますっていう話でまあ受け取ってるっていうことですね。さて、他の世界各国からの支援という意味ではですね、まあ兵器が送られてきましたよ、お金の工面がつきましたよだけではなくてですね、兵士の訓練プログラムっていうものもウクライナ国外で進められています。で、それがですね、現在はイギリスが今かなりいろんな国から軍事教官がやってきて、ウクライナ軍兵士を訓練するっていうことをやっています。現在イギリスで行われているウクライナ軍人訓練にはですね、イギリス、スウェーデン、フィンランド、デンマークが加わっているということで、まあ本当に世界各国から、軍人がやってきてウクライナ軍兵士を鍛え上げて、鍛えた上でウクライナの戦場に送るっていうことをしています。まあこういうのも、まあ見えないというか地味なんですけども必要なことなんですよね。やっぱり戦場ではどうしてもですね、新しい新兵をどう訓練しようかなんていうことはほとんど余裕がないわけです。もうなんだったら新兵がやってくると、その新兵に足を引っ張られてしまうからっていうことで、まあ新兵いじめみたいなものがまあ古今東西行われやすいっていうのがあるんですよね。まあ日本軍でもあったでしょうし、第二次世界大戦でもあったでしょうしっていう意味で言うと、こうした新兵っていうのをちゃんと訓練した上で現場に来るっていうのはまあ非常に重要なんですよね。
で、先ほども述べたように、イギリスから MLRS のような、高度な兵器なんかも渡ってくるっていうことを考えると、このイギリスでちゃんと兵士を訓練しますよっていう中には、こうした高機能の兵器を扱う、そうした訓練なんかも含まれているというのがちょっとプラスポイント大きいかなというふうに思いますね。よいしょ。さて、そんな状況でいろいろ世界各国からの兵器、お金、そして訓練などの支援がありますよっていう状態なわけですけれども、ここで重要なのは、じゃあ、ウクライナの国民は今、この戦争状態にあることをどう考えているのっていうのが、結構重要なんですよね。戦う気のない人たちに武器を渡しても何にも意味がありませんよっていうのは、例えばアフガニスタンの政府軍でこれが証明されました。アフガニスタンの政府軍っていうのはアメリカから1兆円程度の兵器供与を受けたし、訓練なんかもされていたんだけれども、タリバン相手には全く戦いにならずに、もうあっという間に敗走して、国が滅びたというような形になっております。現在ではタリバン政権が全土を掌握したんですけれども、そのように、たとえ兵器やお金をいくら工面したとしても、兵士にやる気がなければ戦争っていうのはまともに成立しないというわけで。さあ、ウクライナの人たち今どう考えているかっていうのが、ここ最近の、世論調査で一応結果が出ております。ただし、ウクライナの世論調査について、どの程度信頼できるかっていう問題はあると思います。この点については、なんていうか確かめようがないなっていうのはちょっと思うんですけれども、一応ですね、どこだったかな。世論調査はウクライナの非営利組織、ちょっと私には読めないんですけども、ウクライナ語で書いてありますね。で、あとはアメリカの国際共和国研究所というところから依頼を受けて、2004人の対象者が、コンピューター無作為で選んだ人たちに対して、電話で行ったというものになっております。電話っていうのが今でもウクライナ国内では生きています。例えばですね、東部戦線、南部戦線っていう話をしますけれども、じゃあウクライナの中部と西部はどうなっているかっていうと、ミサイルが時々飛んでくる以外は、一応は平穏な状態です。なので、今のシーズンで言うと、避暑地に出かける人もいるっていう状態で、戦争がまさに起こっている国なんだけど、人によっては、バカンスを楽しんでいる人もいるしっていうことで、決してみんながみんな戦争で生きり立っているかというと、そういったわけではないんですよね。なので電話をかけて世論調査のちょっとアンケートをお答えしていただけますかということで、そういった話も一応はできるというところでございます。さて、その世論調査の結果なんですけれども、ちょっとここ一番最初に、見ておくべきかな。ウクライナ軍の活動についてどう感じていますかっていう、直接的にどう感じているかってちょっとぼやけた質問だなとは思うんですけれども、回答としては以下の5つがあります。絶対に支持する、支持する、支持しない、絶対に支持しない、無回答というものなんですけども、この中で絶対に支持しますよっていうものが 88%、支持しますよっていうのが 10% ということで、ウクライナ軍の活動そのものについて否定的な人っていうのが、ほとんどいませんよということなんですね。じゃあ一方で、ゼレンスキー大統領の活動についてどう感じていますかっていう質問をすると、絶対に支持する 59%。もうちょっと大きくしましょうか。こっち。よいしょ、よいしょ。支持する 32%、支持しない 5%、絶対に支持しない 2% ということなので、軍が戦っていることに対しては 98% の人が支持しますと。一方でゼレンスキー大統領について、絶対に支持しますよっていう人は明らかに低くて、60%。日本の総理大臣よりは支持率高いですけれども、軍が戦うことに比べるとやっぱりそこはちょっと低いと。で、ここから読み取ることっていうのは、別に誰が大統領であろうともみんなロシア軍の侵略に対しては怒っていて、軍がなんとか押しとどめて戦っていることは支持しますよっていう状態なんですよね。で、これ結構重要なことで、
日本の特にその自称平和主義者とか政治学者の人たちがですね、ゼレンスキー大統領が戦争を煽っているからウクライナ国民は無理やり戦わされているんだみたいな論を展開する人たちがいるんですけれども、世論調査から見えているのは、ゼレンスキー大統領っていうのは、確かに、重要な人物でみんなに踏みとどまるようにって戦うようには言ってるんだけれども、みんなが支持しているのはゼレンスキー大統領ではなくって、ゼレンスキーの言っているウクライナのためにみんな戦いましょうっていうそっちの方を支持しているっていうわけなんですよね。なので正直言って別にゼレンスキー大統領じゃなくってもちゃんと戦いますよっていう大統領だったら多くの人は支持するだろうっていう状態なんですよね。だからここをちょっと間違えている政治学者の人たち結構いるんですよね。政治指導者が煽っているからウクライナの人たちは無理やり戦わせているんだっていうのは私はちょっと実態とは異なると思っています。なぜならばそんな風に国民全員がとかも国民の多くの人たちが戦う気がなかったとしたら、たとえ大統領が戦えと言ったとしても戦わない人が続出して、軍は崩壊すると思います。人間っていうのはやっぱりね、周りの人がどんどんと逃げ出すっていう状況になったら戦おうと思っている人でさえももうダメだって諦めがつくと思うんですよ。でも大統領がやれと言っているからじゃなくてみんなが戦おうと思ってるから戦線が保たれてると思うんですよね。やっぱここの認識っていうのがちょっと違うとウクライナ情勢についての考え方っていうのが間違うんじゃないかなと思ってます。国民みんながやっぱり自分の国を守らないといけないと思ってるから、指導者がもちろん、みんなに勇気づける言葉を言ってくれた方がいいんですけど、そこそこ別に他の人でも何とでもなるんじゃないというふうに国民は思ってるんじゃないかなと思いますね。だからゼレンスキー大統領に対する評価っていうのはこの日本人の中とウクライナ人の評価っていうのはまた別なんじゃないかなと思いますね。で、アンケートの、ちょっと話戻りますけれども、ウクライナの人たちがこの戦争を最終的にどうなるかって考えているか。これ世論調査の部分なんですけれども、絶対に勝利する 81%、勝利する 16% ということで、戦いが短いのか長いのかとかそういった期間の話をもう全部ざっくりと切り捨てた上で最終的に勝つか負けるか的な考え方で言うと、ウクライナの人たちはいずれ自分たちは勝つだろうという、答えをしているわけですね。このアンケートが行われた時っていうのは、ロシア軍によるウクライナ侵略が始まってから、おおよそ4ヶ月から5ヶ月程度という、そのあたりなので、今とさほど、戦場の状況とは大きく変わるものではありません。で、その頃からすでにウクライナの人たちは、これはもう自分たちはあっという間に攻め滅ぼされてしまうんだ、ではなくて、多くの人たちはこの戦いが長引くかもしれないけれども、絶対最後には自分たちは勝つんだっていう、思いを持っているっていう、そういった考えを示しています。なので、この世論調査っていうのはある意味、生々しい部分ちょっとあるんですよね。軍が戦うことに対しては多くの国民が頑張れって応援しつつ、ゼレンスキー大統領に対してはそこまで応援してないよっていう、この温度差ですよね。よいしょ。で、最終的にはその戦争の結果としてどんな状態が望ましいかってなると、1991年に制定された全ての領土を回復するっていうのが一番大きいですよと。つまりクリミア半島が奪われるよりもさらに前の状態ですよね。よいしょ。戦争終結のため個人的にどのような情報だったらあなたは受け入れられますかっていうものなんですけれども、NATO 加盟を断念してウクライナの中立を宣言 29%。第二公用語にロシア語の採用8、その他いくつか条件があった上で、いやいや、もうどんな情報だって受け入れませんよという人が 40% で一番多くなっております。このあたりはですね、
まあ最終的に勝つっていう考えている人が多いわけですけども、どうしても譲歩しろっていうような状況に陥った場合においても、いや、それでもやっぱり嫌だわっていうね。まあこの質問に対する回答としては、まあなかなか最後まで肝が据わっている人いるなっていうところですよね。よいしょ。そして現在ウクライナに最も多く支援を提供している国はどこか、まあどう考えていますかっていうアンケートを取ると、ポーランドがまず第1位で、それに続いてアメリカ、イギリスが続いております。で、ポーランドっていうのは、これまでも兵力をいろいろ提供してくれたっていうこともありますし、また、ウクライナから避難する人たちを最も受け入れている国でもあります。なので、ポーランドっていうのは本当に身近で親身になって助けているっていう意味で、まあ、ポーランドが1位になったと。で、次に大量の兵器を渡してくれてるよっていう意味で、アメリカ、さらにイギリスもそれに続いているよということで 60% と、まあこの3カ国が非常に目立っている状態になっております。そして、もうちょっと気の早い話ですけれども、もしも戦後復興の時に投資をしてくれるとしたら、どこからの国だったら歓迎しますかっていうので、まあ1位にウクライナが入っているっていうのはもうウクライナが自力でなんとかここを復興するんだって考えている人たちでまあ 30%。まあそれに続いてイギリス、ポーランド、ドイツと続いてるんですよね。ここで一気に、アメリカの名前が落ちるっていうのがちょっと面白いなと私は思いましたね。ウクライナを助けている国の上位にアメリカは入っているんだけども、戦後復興になると、いや、アメリカはちょっとなーって思う人が多いっていうね。まあ、ここでちょっと面白いなと思いましたね。で、その代わりにイギリス、ポーランド、ドイツ、つまりヨーロッパ各国助けてくれよっていう思いが、まあ、ウクライナの人たちには強く出ていると。なので、イギリス、ポーランド、ドイツがまあ、上に上がってるんですけど、その下に EU が入ってきますからね。もうここの中には、一応日本もちょびっとは入っております。下の方ですけれども。まあ結構こうした世論調査見ていくだけでも、まあ今のウクライナの人たちどんな状況なのかなっていうのを、まあ、感じ取ることができます。よいしょ。さて、まあ話は元通りじゃないや、一番最初に戻ってきて、まあ現在ウクライナでは東部戦線、そして南部戦線というまあ戦いがずっと続いているという状況ですと。よいしょ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 。まあ昨日の話としては、クリミア半島の中部で、さっき空軍基地が、まあ大爆発が起きて、まあ戦闘機、まあ、ニュースで見ると9機とか8機とちょっと減ってるんですね。あれはそのぐらいなのっていう感じなんですけど、私が見た感じだと10機ぐらいはもう全部潰れてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ何にしてもですね、空軍基地が攻撃を受けたかどうかは今のところ情報が錯綜していて、まあはっきりとしたことはわからないんですけれども、まあ軍用機が2桁近く吹っ飛んだっていうのはやはり大きくてですね、イギリス国防省はこのクリミア半島を出撃するロシア空軍機っていうのがもうガクンと落ちたっていうことなので、現在のウクライナの南部戦線におけるロシア軍のその空からの攻撃に関してはかなり減少したっていうのを発表しています。まあなのでかなりやっぱり攻撃したんじゃないかなと思うんですけれど、まあもちろん私は断言できることではないので、しかもここ最近だとですね、そうした誰がどうして攻撃したのかっていうのをなるべく手の内は明かさない方がいいだろうって、まあゼレンスキー大統領言い始めてきているので、まあ真相は最後まで闇の中かもしれません。まあ黒海艦隊の機関のモスクワが撃沈された時もですね、まあ決め手はウクライナ軍の持っていた対艦ミサイルネプチューンがまさにとどめを刺したって思われるんですけれども、まあロシア軍はその時もいやこれはあくまでも攻撃されたんじゃないよみたいなことを言っていたので、まあちょっとそれと被る部分感じるんですよね。ロシア軍としては攻撃された、大打撃を受けたっていうとウクライナ軍になんというか、すごい戦果が出てますよっていうのを認めてしまうことになるので、ちょっと対面を気にしているのかなとかね、まあ思うんですよね。
ただ、ロシアは結局のところそのあたり、認めないので最後まで。黒海艦隊の旗艦が撃沈された後も、いや、あれはウクライナのどうだろうな、みたいな感じで、最後まで濁して未だにっていう感じですからね。だからその時亡くなった兵士なんかも、行方不明扱いされちゃってるんですよね。戦死ではなくて。このあたり戦死なのか行方不明なのかっていうのは、当然のように、残された家族に対する恩給とかが変わってくるのでね。行方不明扱いされた、乗員の人たちは、結構かわいそうだなとは思いますけどね。さて、南部戦線の戦いについては、ちょっと以前も説明したんですけれども、ドニエプル川にかかっている橋、3つあるっていうお話をしました。その3箇所、橋2つに鉄道橋1つについては、ウクライナ軍が多連装ロケットを使って攻撃を行っているので、そんなに使える状態ではないと。今のところ復旧作業を進めている関係もあって、時々通れるっていうこともあるんですけれども、でも、このドニエプル川の、よいしょ。西側ですね。西側には現在イギリス国防省のある程度予測ではあるんですけど、2万5千人程度のロシア軍部隊がいるというふうにされています。BTG 戦術、大隊っていう、そうした単位があるんですけれども、イギリスの計算ではだいたい30大隊ぐらいがそこにいて、そのあたりで言うと、この部隊を支えるには、今の補給路で言うと、ちょっと足りないっていうことなので、やはり時間が経てば経つほど前線で弾が足りなくなってくるっていう状況になろうとしています。もちろん食料が多分優先されるとは思うので、飢餓が起こるっていうことはないとは思うんですけれども、でも弾が足りないとなれば、ウクライナ軍が攻撃した時に反撃できないっていう状況が、至るところで発生するので、この後、南部戦線っていうのは、ある程度一方的にウクライナ軍が叩いてっていうのがちょっと続くんじゃないかなと思います。ただしですね、じゃあ、東部戦線でも同じようにウクライナ軍が一方的に叩くような展開になるかっていうと、ちょっとこちらは様相が異なっています。で、なんでかっていうと、ハイマースや MLRS を使った攻撃っていうのは、例えば弾薬庫を破壊しましたよ、前線司令所を破壊しましたよ、補給基地、吹っ飛ばしましたよみたいな形で重要拠点をどんどんと叩いているんですけれども、東部戦線の場合だと、そうした意味では補給経路っていうのがたくさんあるんですよね。その意味で言うと、やっぱりロシア本国から近いっていうの問題があって、叩いても本国から一応補給は続いているよっていうこともあって、どうも完全に抑えきることはできてないようです。例えば砲撃戦で言うと1日1万発程度のものがだいたい2、3000発ぐらいまで、減少したということではあるんですけれども、ゼロになったわけではないということなので、引き続き、東部戦線では砲撃がかかってくるという状況なので、こちらの方では、ウクライナ軍が一方的に優勢になるのはちょっと難しいかなという感じですね。なのでこれで全体で見ると、東部ではじりじりとした、せめぎ合いが続き、そして南部戦線ではウクライナ軍がロシア軍を叩きまくるっていう、ちょっと場所によって戦況が変わるっていうちょっと複雑模様になってくるかなと思うんですよね。なのでこのあたり全体を見てウクライナ軍が劣勢と見る人もいれば、私のように善戦している、苦戦している状況の中でよく戦っているっていう状況もあれば、逆に言うと東部戦線を全く無視した状態で南部戦線だけを見て、もうウクライナ軍が連戦連勝でロシア軍がもう毎日全滅だぐらいに言う人っていう、ちょっと極端に分かれるのかなというふうにはちょっと思いますよね。なので見てる方としては、この南部戦線だけを見てウクライナ軍が一方的に叩きまくってるよっていうのを見ると、なんかウクライナ軍が圧倒的に勝利してるなっていうふうにちょっと勘違いしてしまうんですけども、全体状況としては、東部戦線でロシア軍はまだ生き残っているということを考えると、そんなにやわな戦いではないっていうところですよね。よいしょ。あと、
忘れてはならないのが、今は夏なわけですけれども、この後秋、冬と続いていくことを考えると、状況が少しずつ変わっていきます。ちょっと待ってくださいね。あった。まだ夏なんで、そんなに、問題になることはないんですけれども、これ、ウクライナ軍の装甲車が畑にはまっちまったぜっていう、動画です。1台の装甲車がはまったところを、もう1台の車で牽引して、そのはまってるところから抜け出そうとしているところです。これはまだ夏だからいいんですけれど、これから秋冬となってくると、なんていうかな、ウクライナの黒土っていうのが、ドロドロの、はまりやすい状況にまたなっていくんですよね。冬の戦いっていうのはこうした泥の戦いっていうのが待っていて、なかなか戦いの様相が変わってくるんですよね。だから、この後の夏から秋にかけての構成である程度領土を取り戻していかないと、冬になるとちょっとニッチもサッチも両軍ともあんまり動けないっていう状況になって、戦線が膠着するんじゃないかなと思っておりますね。このあたり、年内で戦いが終わるとはちょっと思えない状況ですね。そういう意味では。ただし、今回の話、一貫して言えることは、いろんな国から兵器が渡ってきて、そして兵器が渡ってくるっていうことは戦力が増強されてきて、で、お金の面でウクライナは単独では戦えないんだけれども、お金の面でも各国から支援が入ってきてますよっていうこともあって、基本的にはウクライナっていうのは自分の国だけでは正直、ロシアとまともに戦ったら負けるわけです。兵士がいくら頑張ったとしても、お金がない、兵器がないってなると、それで敗れ去ってしまうという状況なんですけれども、全体状況から言うと世界各国からの支援があって、兵士のやる気にお金と兵器がついてくるっていう形なので、私は長期戦になるとウクライナ軍は最終的には勝つと思っています。このあたりどうなるかはもうちょっと時間がかかるんですけど、答えが出るには最低でも半年はかかるかなと。次の春までにどこまで押し戻せるかというところはちょっと焦点になるかなと思いますね。あと最近思うのは本当に、衛星写真っていうのが本当に、なるほどな、こういう風に変わったんだっていうの。いわゆる、私は別に軍事専門家ではないので、パッと見、すぐわかるねっていう情報がやっぱり嬉しいんですよね。特に衛星写真っていうのは特に今までは国家が持っている衛星写真による映像っていうのが非常に重要視されていたわけですけれども、民間の会社が持っている観測衛星が写真を提供してくれるということで、私たちもパッと見て、こういうことになっているのねっていうのが、見ただけでわかる時代がやってきたっていうのは、本当にこのあたり、歴史の大きな転換点に来ているなと思いますよね。もう本当に攻撃される前の状況と、攻撃されてボッコボコになってますよっていう状況を見えると。で、これを見る限りだと、こちら1箇所右上と、真ん中のところにもう1箇所、そして左のところに3箇所という形で、クレーター、いわゆる爆発痕っていうのがあると。で、爆発痕っていうのは、これが果たして、ミサイルの攻撃なのか、それともここに、何か大きな爆発物を置いて爆発したのかって私は思うわけですけれども、一応ロシアの公式発表としてはですね、兵士が、タバコの不始末で大爆発したんだよという話をしておりまして、いや、こんな爆発痕ができるほどのタバコの不始末って何をやったらなるんだろうと私なんかは思うんですよ。思うんですけどね。もしかしてそのタバコっていうのは、榴弾砲一発よりもはるかに、爆発するものなのかなとかね、思っちゃうんですけどね。何にしてもですね、かなりの爆発痕だということもあるので、やっぱりな、ちょっとこれで、タバコの不始末はないだろうと思うんですよ。そのタバコにはなんか、なんていうかプラスチック爆弾でも含んでるのかなとかね。思うんですけどね。一応公式発表はそうですから。一応ね。両論併記すると、ロシア軍はタバコの不始末によって爆発が起きましたっていうことにはなってるんですよね。
いや、これを信じろって言われてもって私は思うんですけど、でも、ツイッターなんかを見ると、信じてる人いるんですよね。これちょっとびっくりするんですけれども。まあ私は、まあおそらくは何らかの攻撃があったと思ってる方なので、少なくともタバコじゃないだろうっていう思ってるんですよ。でも世の中にはそうじゃなくって、いやいやこんな風に、まあ攻撃の後、まあ衛星写真見たけれども、いや全然攻撃されてない、残ってもないものとかあるし、これ特殊部隊が攻撃してんだったら全部潰してるだろう。いや、ロケットだったらこんな風に焼け残りないよね。だからタバコのせいだよっていう人が SNS、まあツイッターなんかではちょっと時たまいるんですよね。で、その人に対してなんかいいねが何千とついてたりとかすると、いやー、ロシアのプロパガンダ侮れんなーって思うんですよ、本当に。怖い怖い。まあ、少なくともそんな意味で言うと、私の意見っていうのは本当に、まあ、ロシアのプロパガンダ、親ロ派の人たちに比べると声は小さいんだなって、ちょっと感じるんですね。といったわけで、まあ今日はウクライナ情勢の話は、まあこのぐらいかなという感じでございまして。で、ちょこっとまあ今日触れておこうかなと思って、まあ最後、生放送するときに他にどんな話あるかなって産経新聞のネットニュースを見てみたら、まあ一番上にですね、独自、対中有事で弾薬20倍必要、備蓄1割弱もっていうのが、ちょっと一番上に載ってたので、まあこれちょっと開いてご紹介しようかなと。ロシアによるウクライナ侵攻は今5ヶ月ちょっと、そしてまあ今月の終盤にかかってくれば、まあ6ヶ月の節目を迎えると。まあ、特にその6ヶ月っていうものに何か意味があるわけではないんですけれども、日本に置き換えたらっていう話は結構私何度もしています。それは、日本がっていう意味で言うと自分事として考えてねっていう、まあある意味サインなんですけれども、この記事もそうした意味では、まあ重要なことですね。まあ何しろウクライナでの戦いが6ヶ月だな、ふんふんって言ってる間、じゃあ日本の自衛隊どのくらい戦えるのっていう話をしたときに、まあ正直言って現在の状況だと1ヶ月も戦えないんじゃないかと言われています。で、それはなぜかっていうと、弾がなくなるからっていう問題ですよね。この問題っていうのは別に今に始まった話ではなくって、まあ、ずっと昔から言われているそうです。正面装備、いわゆる、こんな大事な兵器はちゃんといいもの揃えてますよっていう形で整えてはきたんだけれども、その内側の部分、実際に戦闘になった時にちゃんと戦える準備できているんですかっていうツッコミを受けた時には、いや、実は全然弾薬貯めてないんだよっていう話ですよね。で、この問題っていうのは先ほども述べたように、まあ昔から言われていることで、別に今に始まったわけでもないので、別に今の人が悪いってわけじゃないんですよね。ただ、とにかく、その予算の面で常に潤沢にあったかって言われるとそうじゃないと。まあ少ない予算の中でやりくりしようってなった時にどうしてもまあ今戦いが実際に起こっているわけじゃないしっていうところもあって弾薬っていうのがあんまり量が貯められていないっていうところですよね。で、弾薬っていうのも結局のところ貯めようと思ったら、ちゃんと防備を固めた上で弾薬庫も作らないといけないしってなったら土地も買わないといけないし、管理維持費用もあるしとかいうところで、弾薬の保管量を増やせば増やすほど維持費もどんどんと増えていくっていうこともあるので、予算が例えば5兆円でもう20年続いてきた状態の中で、もしも備蓄を増やしていくと他が圧迫されるから嫌だっていう考え方で今まで来ちゃったんですよね。まあだからこそ今本当に問題になってるんですよね。昔々ソ連が北から侵攻してきたことを考えて、まあ北海道に重点的に弾薬庫っていうのがあると。で、それはあくまでも地上戦を考えた部分なんですけれども、ここ最近だとソ連っていうのがなくなって、じゃあロシアが今すぐかかってくるかっていうと、まあ今の状況だという、まあ明らかにないと。で、今私たちが気にしなければならないのは、南方の中国に対する備えを
ちゃんとしなければならないっていう時に、じゃあ南の方にちゃんと弾薬庫いっぱいあるのっていうと、そもそもそんなにありませんよ。まあ1ヶ月もやったら、弾切れでもう自衛隊は兵器はあったとしても撃つ弾がないっていう状態になるっていう話になっております。まあこのあたりなんとかお金の工面するしかないんですけれども、いや岸田さんなんとかしてねっていう、まあ本当に思います。まあ本当ね、このあたりもどうしても社会保障費がどんどんと増え続けている中で、防衛費を増やしましょうっていう話をすると、そんな金どこにあるんだって突っ込みを入れる人たちがたくさん出てくるわけなんですけれども、まあそうは言ってもね、私はちゃんと守りを固めた上で、内政、経済問題や社会福祉っていうのをやっていこうっていう考え方ではあるので、まあなんとかそこはやりくりしていただいて、もう、まあ戦時国債ではないですけれども、こうした軍備を固めることに関しても国民からお金を集めるような形、例えば防衛庁がふるさと納税、まあふるさとじゃないんだけれども、弾薬が足りません、皆さんお金をみたいな形で集めるとかね。まあちょっとこれはイレギュラーな形ではあるんですけど、まあとにかく危機感を持って弾薬不足っていうのは解消してほしいですよね。もう弾がないっていうのが分かっていたら自衛隊の人たちも、いやこれ撃ったらもう補給されないなんて思ったらもう必要な時に撃てないですからね。こんな恐ろしいことはないっていうところで。まあだから今の5兆円っていうのは、まあ最低限しかないというところですね。まあ特にこの20年間で同じ5兆円からスタートしたと考えれば、中国は今23兆円ぐらいかなまで、増え続けているっていう状態なので、そうした意味では中国の方が兵器の更新も進んでいるし、まあ武器弾薬についても少しずつ増強してきている状況なので、まあ日本の方だけが5兆円、まあそこから6兆円、7兆円、8兆円、9兆円、10兆円と上がっていったとしても、そんなに軍拡してるってわけじゃないんですよね。まあ中国が4倍に増えてますよっていうのを考えてみてみれば、日本はずっと横ばいできたのでね。まあそれに比べて5兆円が6兆円に増えた、5兆円が10兆円増えたっていうのは、まあほとんど誤差ぐらいのレベルだと思うんですよね。まあこのあたりのことをなんとか皆さんに、まあこのチャンネルの常連の方は別にそんなもう分かりきってるよと思ってると思うんですけど、まあむしろ私の声が届かないところにいる多くの人たちに分かってもらえるような何かがちょっと必要なんでしょうね。本当に難しいことですけど。座敷わらしさん。実弾訓練さえままならない。まさにそうですよね。日本にも多連装ロケットシステム MLRS は確かあったと思うんですけれども、まあほとんど訓練で使ってないそうですね。座上訓練、机上訓練というか、実際に弾を撃つんじゃなくって、使った体で訓練をするって言いますからね。って思いますけど、まあ、兵士の銃の訓練ですら基本的には、まあ、一発一発ちゃんと、まあ、なんとか使用記録を残すようなことをしているっていう話も、やっぱそれもね、弾薬があまりにもないからっていうふうに私は思っていますから、もう今日は訓練する日だ、ババ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 ーンって打って、はい、今日は終わりで、それで終了、カートリッジいくつかなみたいな感じで、そのぐらいの感じで十分だと思うんですけどね。まあ、そこまで行ってくれないとね、っていうところですね。やっぱり訓練するにもお金がかかるので、そのあたりもね、まあお金かけてほしいなというところですね。高藤さん、銃弾メーカーは仕事が減って企業基盤を維持できないです。そうなんですよね。非常食とかではよくローリングストックっていう言葉があって、備蓄したいものがあるんであれば、備蓄した上で使った分だけ新しいものを入れるっていう形にすれば、まあそれに関わる仕事を持っている人たちっていうのが毎年毎年ちゃんと仕事として回ってくるので、産業基盤が残りますよっていうのがあるんですよね。同じようにしてこの防衛産業に対してもこの考え方を導入して、やっぱりある程度の数、装備品というか銃弾、砲弾なんかを訓練でしっかりと使った上で補充をかける。つまり補充をかけるってことは、生産するっていう、まあ、発注があるわけですね。まあ、それによって企業がちゃんと毎年仕事があって、雇用があって、そして次につなげる利益をちゃんと生み出していくっていう、まあ、必要があるだろうというふうに思いますよね。
まあそうじゃないと5年に1回だけ発注が来て作ってくださいって言われても、製造ラインを復活させて動かして、それで納入して儲けなんかないよなんていう、まあそんな世界ですからね。それはちょっとまずいっていうところですよね。シューマッハさん、神風の電磁砲発射。まあ、レールガンの研究開発なんかも進めているっていう話もあって、まあ、これからの時代、本当にいろいろな意味で、研究開発して技術を持った兵器っていうのが必要なんですよね。だから、今で言えば、ウクライナではドローン、小型ドローン、大型ドローン、そしてそれらに対しての、妨害兵器であったりとか、もしくは、長距離射程のミサイルをどれだけ持つかとかね、そのあたりとか本当に日本も考えて用意しなければならないところです。特に日本の場合だと長射程のミサイルについては、まあ開発をあんまりしてこないかったというよりそこに規制がかかっていたわけですよね。あんまり長い射程のミサイルを持ってしまうと、例えば日本国内でよし軍拡だ、よし攻撃だっていうような形で、あたかも日本が先制攻撃するかのような、嘘を言いまくって、なんとかそうした射程の長い兵器を作らせないようにしようっていう人たちがものすごく声が大きかったんですよね。数としては多くないんだけれども、結局のところ声が大きいからそれを取り上げる新聞が一緒に結託するっていうパターンがあって、なかなかそうしたものが置けなくなってるんですよね。日本の場合だと少子高齢化問題っていうのがあって、兵士の数をいっぱい増やしましょうなんていうことは、まあ、ほぼほぼ不可能な国です。なので、どれだけ人間じゃない兵器をちゃんといろいろ取り揃えて、まあ国を守るかっていうことをしないといけないんですよね。まあだからミサイルっていうのはそうした意味では無人兵器なので、これもちゃんと作っていかないといけないし、ドローンにしても、やっぱり人間が乗る有人戦闘機をどんどんと増やすっていうのはなかなか難しいので、小型ドローン、大型ドローン、そして、今は有人戦闘機に、これにプラスアルファ、無人で一緒にくっついてくる編隊を組めるような、いわゆる無人戦闘機開発とかなんかも進めていかないといけないですよね。高藤さん、潜水艦の乗組員が不足していますっていうことですけど、まあ、全般的にほとんどのところで足りないっていう話はありますよね。だから、もう、なんていうかな、どこだから足りないっていうより、全般的に足りない状況に陥りつつ、すでにあるんですよね。そうした意味では、潜水艦も、日本の場合だと通常動力で動いている潜水艦というのは非常に、まあ、世界標準から言うと上の方にあるんですけれども、だからといってそれでなんていうかな安心と考えるんじゃなくって、やっぱり無人潜水艦についても開発をある程度進めていくべきでしょうね。まあ無人戦闘機にしても無人潜水艦にしても無人の戦闘艦にしても無人の戦車にしても、まあとにかく無人の戦力っていうのはこれからの時代にはどうしても必要になるものだと思います。まあ、ただしそれは一気に全部変わるわけではなくって、まあ、あくまでも補助的なところからスタートして、まあ、徐々にレベルアップしていくっていうものですね。だから、無人戦闘機をっていう話をすると、もう有人戦闘機は全部いらないのかっていうとそうではなくって、有人戦闘機、パイロットが乗っている戦闘機に、後ろに、例えばミサイルを積んで一緒に行動する無人戦闘機が来ますよとか、いう形ですよね。なかなかね、そういったことを、なんていうかな、お金をかける必要があるんだけれども、どうもそういったものにお金がかけられてないというところですね。で、これ何が問題かっていうと、例えばアメリカが開発終わりましたよ。ほら、有人戦闘機プラスアルファ、無人戦闘機でこれ編隊がたった一人のパイロットで6機の戦闘機が動けるようになりました。なんていうものが出てきたときに、日本で開発をしてないと、アメリカでこんなすごいものができたんだったらアメリカから買おうよってなっちゃうわけですよ。それはまさに F35 の時と同じですよね。ステルス戦闘機をアメリカが開発しました。それでは日本の自衛隊の主力戦闘機更新を行いますってなった時に、日本の戦闘機はあくまでも端っこの方でちょこっと、F2 を作ってますぐらいな感じだと、やっぱり、まあ変えられないんですよね。そうなったら結局 F35 アメリカから買うしかないという風になってしまうんですよね。
で、それが全く次も同じように進んでしまうっていうことを考えると、やっぱり日本国内である程度お金をかけてでも少しずつ産業を維持して、その中でなんとか買わずに済む方向を模索していくっていうのは、まあやっぱりこれ必要なんじゃないかなと思いますね。お金は必要だっていう話はまあ当然あるんですけれども、まあ常に外から買わなければならない状況っていうのは、結局のところ、日本国内に技術者が育たない、企業が育たないっていうことにつながってくるので、どうしても必要な時に全部外から買うことになっちゃうので、まあ、これはやっぱり避けたいですよね。で、日本独自に全部作るっていうのはなかなか難しいっていうのもあるので、例えば今だと、イギリスとの共同開発っていうのを話が進んでいます。これなんかも自衛隊だけで全部やろうっていうのはちょっと難しいので、開発っていうのはある程度他の国と協力しつつ、そして日本で生産する権利や日本で改造する権利っていうのをもらうという形で行っていけば、まあ、例えば他の国とうまくなんとか話し合いを、折り合いをつけていくっていうのがいけるんじゃないかなと私なんか思ってます。もちろんこの話をすると、純国産戦闘機じゃなきゃ嫌だっていう人たちはまあ、確かにいるのはわかるんですけれども、そこはあくまでも理想であって、その理想に近づくための今は前段階かなっていうふうに私は思いますね。なので、自衛隊がこんな新しいものを作ろうとしていますよ。じゃあ全部日本だけでってなった時には、やっぱりちょっとそれは心もとないので、まあ実際問題、アメリカに頼らない道としては、ヨーロッパの軍事兵器産業とある程度接近するっていうのが、まあちょっと重要じゃないかなと思いますよね。うん。うん。よいしょ。まあ、といったわけで、一応私の用意したお話としては、まあ、こんな感じかなというところですね。まあ、今日の話としては、まずはウクライナの話を全般的に行ってきました。基本的には兵器の供与がある、プラスアルファ、ウクライナの人自身が大統領が言ったから戦うんじゃなくって、ロシアの侵略によって自分たちの国を守らなきゃいけないわっていう考え方から、まあ、ウクライナ軍に参加して戦っている人が非常に多いよっていう話をしました。そして兵器や心だけではなく、実際問題お金の面でも世界各国から、まあ、支援が決まっているっていうこともあって、ウクライナは戦力的にも支援としても、まあ、長期的に取り組みがあるっていうところから、まあ、最終的にはウクライナの方が優勢に変わってくるだろうというふうに考えています。で、現在のところはそこまで行っていないので、私はあくまでもウクライナ軍は攻め込まれている中で前線を続けている。まあ前線を続けることによって逆に言うとロシアの方は自利品になっていくというような説明をこれからもちょっとし続けることになるかなと思っております。まあでも本当ね、私たちが生きている時代に、こうやって話している間にも実際の戦争は行われているわけなので、毎日のように多くの人たちが亡くなっているんですよね。それは軍人の人だけではなく、特にロシアの場合だと無差別攻撃っていうのを、まあ本当に通常の戦闘としてやっているので、住宅地にミサイルが飛んできましたよとか、オフィスビルに砲撃がされていますよ。まあそれによって市民の人が毎日どこどこの街では何人亡くなりましたよっていうニュースが流れているんですが、それはあくまでもウクライナ発のニュースであって、日本ではほとんど流れなくなってきております。だから、それによって奇妙な価値観や考え方の逆転現象っていうのが起こっていて、例えば、ウクライナは抵抗することによってどうしても国民の犠牲者が増えていきます。一方においてロシアは自分たちの国では戦わずにウクライナを戦場にしているので、亡くなるのは基本的には兵士だけになっています。まあ、つまりこの構図だけを使って国民が多く死んでいるのはウクライナの側だ。だからウクライナの側が抵抗するのは指導者が抵抗するように呼びかけているんだから、国民が亡くなるのはウクライナのゼレンスキー大統領が責任を取るべきだ。そして
このように多くの人が亡くなっているんだから、さっさと戦争をやめて、停戦協議に応じるべきだというような、そうした言い方をする人たちっていうのが出てきてるんですよね。これは初期にも出たし、ここ最近でも今日、朝日新聞でちょっと寄稿、政治学者の人が寄稿してたんですけれども、もう恐ろしい考え方だなって思うんですね。日本で言うとロシア軍が攻めてきました。北海道で様々な攻撃がありまして、北海道で多くの人が亡くなってます。よし、ここで抵抗するんじゃなくて、もうここで白旗あげるべきだみたいな話をしてるわけなので、いやー、ちょっと恐ろしいなと思いましたね。本来であれば侵略している側が、そうやって一般国民も、犠牲に、攻撃しているから亡くなっているので、その責任というのは別に抵抗している側の責任じゃないと私は思います。で、これはどういうことかっていうと、ちょっと国家間戦争だから分かりにくくなっているのかなと思って、例えば家に強盗が入ってきました。家に強盗が入ってきて、その家には、家族が何人か住んでいましたと。で、強盗は、凶器を持っていて、そこに住んでいる人を殺しましたと。でも抵抗すれば、それをある程度食い止めることができるっていう状況で、さあ、その状態で、攻められるのはどっちかって言われたら、やっぱりその家に押し入って、その家に住んでいる人を殺している方が悪いわけですよね。ところが、その人を止めることをなぜか、抵抗するから犠牲者が増えるんだっていう言い方をするんですよね。いわゆる正当防衛で強盗をやっつけようと戦うっていうことを否定する理論なんですよね。この理論がちょうどうまい説明になるかどうかちょっと難しいかなと思うんですけども、でもそういうことだと思うんですよね。少なくとも実際に戦場になっているのはウクライナであることは間違いないので、正当防衛の戦いをしている。正当防衛のために戦いによって犠牲になる人は守る側の責任なのって私は疑問に思うんですよね。それ攻め入ってる側の責任でしょって思うんですけどね。このあたりがちょっと価値観の隔絶というか溝が深いなっていうのをちょっと感じますよね。なかなかこういう日本国内でも議論がおかしな方向に向かってるなってちょっと思う。今日この頃でございます。パープルさん、スーパーチャットありがとうございます。これでミサイルを1個追加してくださいということで、ありがとう。動画一発でミサイル一発みたいなのしたよね。少なくともですね、そういう風にして、侵略しているロシア側の方が何か綺麗な戦争でもしているかのような幻想を前提にしている話している人たちっていうのに比べると、私の意見っていうのは少なくとも侵略されて戦っているウクライナ頑張れっていう考え方なので、そういった人たちに対してはアンチなのかなとはちょっと思うんですよね。本当日本の頭がいいとされる人たちの言っていることの無茶苦茶さに私は頭がクラクラします。少なくともそういった人たちの方が圧倒的に私よりも、筆記試験的なテスト勉強はできる、いわゆる学歴のある人たちなんですよ。でも言ってることはあまりにもおかしくて本当にクラクラするっていうね。で、そういった人たちが例えば大学教授とかして、いろんないわゆる勉強のできるとされる人たちに対して教育をしていくわけですよね。そこから生み出される人材っていうのがね、本当に心もとないというか、もう怖いわっていうふうに私は思うんですよね。ちょっとそういった世間話的な部分もありますが、パチッと。おっと。そういえば、今日はジブリの日だな。高木久美子さん、クラクラする。ほんとクラクラしますよね。早川ひかるさん、世間知らずのボンボンですよね。いや、ほんとね、ウクライナの戦場を見てこいというわけにはちょっといかないですし、私自身も別に見てるわけではないんですけども、少なくとも、私の場合だといろんな情報を元にして総合的に考えるとこうですよねっていう、そういった言い方ではあるので、それに比べるとあまりにも夢の中でというか、自分の頭の中だけで考えた世界観に基づいて、ロシアの侵略っていうのをざっくりとしか考えてないっていうのを見ると、本当に現実との
その離れてる、その差っていうのが大きすぎるなっていうふうに思いますよね。まあ、というわけで今日はこの辺りにしましょうか。まあ、今日の生放送っていうのは特に告知もしなかったので、途中から見た人の方がまあ圧倒的だと思います。まあ、今日動画にせずに生放送にした理由っていうのは、基本的には一つの話題に絞り込むのではなく、いくつかの話をちょっと盛り込んだ上で、全体的な話がしたいなと思ったので、今日は気分で動画から生放送へと変えました。まあ、基本的にはこういった風にして別に動画にこだわっているっていうわけではないんですけれども、まあ生放送も時々やるのもありかなと思っております。というわけで、まあ本日はこの辺りといたしましょう。上川が行くわかるニュース解説動画時々生放送という感じで、今回のように、まあ突発的なものを見かけたら、まあぜひともお越しくださいという感じでございます。それではまた次回、動画か生放送かどっちになるかは私自身もわかりませんが、次またお目にかかりましょう。またね、おやすみなさい。